都内でお散歩日和の日に庭園巡りをするのはいかがでしょうか。穏やかなこの日、 JR 山手線駒込駅から徒歩で行ける2つの美しい庭園を訪ねた記録をご紹介したいと思います。駒込駅は JR 山手線の巣鴨駅と田端駅の間にある駅で、開業が1910年の駅です。山手線は円を描くように丸い路線ですが、個人的には日常生活に馴染んでいる駅の数々がちょうど反対側の地域なので、この北側のエリアはほとんど来ることがありません。なので今回はこちらに来る良い機会になりました。駅に着いたのはお昼時だったので、一緒に行ったお友達が見つけてくれた素敵なお蕎麦屋さん、小松庵総本家さんへ伺いました。こちらのお店は駅から徒歩ですぐのところに位置していて、六義園の近くにあります。この駒込の地に1922年に創業し、100年以上もお店を構えているお蕎麦屋さんです。ホームページも読ませていただいたんですが、創業翌年の1923年には関東大震災も経験し、とても大変な時期もあったようです。今の店構えはとても現代的でおしゃれな雰囲気でした。お店の中ではアートの展示やワークショップなども時々開催されているそうです。私たちはお揃いでかき揚げが乗った冷たいお蕎麦ととろろご飯のセットをいただきました。お蕎麦は細切りのさっぱりした口当たりで、全体的にとても爽やかなお味で、この日の少し暑い気候にぴったりでした。とても美味しいランチをいただいてから、まずは旧古川庭園へ向かいます。方向的には少し駅に戻る感じで、そのまま歩いて10分ほどのところにあります。まず園内に入ってすぐに目に飛び込んでくるのが、緑が美しく広がっている風景の中に立つ茶色のレンガの壁が印象的な洋館です。しかしひとまず入園料を払わなければならないのですが、ここでまた驚くのはそのお安い値段で、一般は150円、65歳以上だと70円という破格の値段です。ご近所であれば季節ごとにしょっちゅう訪れたくなる値段ですよね。パンフレットも数カ国語あり、思わずスペイン語のものもいただきました。この旧古川庭園は大谷美術館という名称もついているのですが、ホテルニューオータニなどを創業した大谷家の流れで、1981年に大谷美術館が設立されて、現在そちらが管理している状態です。1983年から東京都の助成金を受けながら6年の歳月をかけて修復し、今は一般公開されています。園内では100種類200株のバラがあります。バラには一つ一つ名前が付けられているので、この日はバラの名札を見ながら咲いた時のことを想像 しました。訪ねたこの時期はツツジが美しく咲いていて、この庭園は季節ごとに楽しめそうです。この洋館を建てたのはジョサイア・コンドル氏で、鹿鳴館や美しい東京復活大聖堂を設計した方ですが、この洋館とそして洋館の前に広がる庭園は1917年に作られた晩年の作品です。建物の中は撮影禁止だったのですが、洋館と呼んではいても実際には入った1階が完全な洋風、そして美しい階段を上ると、今度は畳敷きの客間や仏間がある大部分が和室の2階となっていて、文字通りの和洋折衷の間取りです。コンドルは単に依頼された洋館の設計をするだけにとどまらず、自らも日本の風土や文化に造詣が深く、また日本建築との調和も意識していたそうです。そのためもあってか、コンドルの設計した建物は関東大震災の被害を免れて、耐震性にも優れたものが多かったようです。この日はお天気も良かったので、より一層青空の下で植物を見るのも楽しめました。さて、洋風の庭園を抜けると、さらに下に広大な庭園が広がります。池に出るまではうっそうと緑が覆っていて、鳥たちが盛んに鳴いたり移動したりしていて、都心の中での鳥の楽園になっているようでした。土地の高低差を利用して西洋のテイストから和の趣へと展開するのもとても素敵です。水の流れる庭園で小さな橋を渡って和風の庭園の方へ向かっていきます。
この先に広がる和風の庭園は京都から呼んだ庭師によって作られたものだそうで、中央は池が漢字の心の文字を崩したような形を作っていて、ところどころに大きな石灯籠も立っています。ここを訪れている人の数全体は多くなかったのですが、中には個人でいらしている外国人の方がこの空間の中で座って本を読んでいる人もいたりして、落ち着いてゆったりと過ごすには本当に良さそうな日本庭園でした。奥の方には少し階段を上っていく高台もあって、その途中には茶室も見えます。こちらの茶室は春と秋のバラのシーズンに営業をしているそうです。かわいらしい滝などもある日本庭園をゆっくりと散策してから洋館の内部も見学しました。ここは別に入場料を払って靴を脱いでから建物に入るようになっています。1階にある応接室や食堂は当時の美しい状態が保存されていて、現在ではティールームとしても使われています。ただ見学している人もいる中での喫茶室なのであまり落ち着かないかもしれません。私たちは2階にある蔵での展示も見学しました。ここにはコンドル氏自身が書いた日本文化に関する書物も展示されていて、とても興味深かったです。想像していた以上にこの庭園と建物での滞在を楽しむことができました。そして次は六義園への訪問です。こちらへは駅に戻る方向へ進み、お昼ご飯をいただいたお蕎麦屋さんの前も通り過ぎて入り口へ向かいます。重厚感のあるレンガの壁に沿って歩き、園内へ入ります。こちらの庭園も先ほどの旧古川庭園とともに東京都による文化財旧庭園のうちの一つです。入場料はこちらも300円となっていて、とてもリーズナブルなお値段です。この六義園にも様々な植物がありますが、この時期はやはり色とりどりの鮮やかなツツジが美しく咲いていました。春先には梅や桜の花、秋が深まると紅葉も美しいそうなので、この庭園も季節ごとに違った風景が楽しめそうです。趣のある門を通ってから庭園に向かいます。こちらの庭園は先ほどの旧古川庭園よりも時代が遡り、江戸時代に作られたものです。5代将軍の家臣であった柳沢義康が別荘庭園という趣旨でこの庭園を作ることになったものです。広大な平坦な土地に山を築いたり池を作ったりして、万葉集や古今和歌集が読まれた88の景色を再現する趣向で作られたようなので、一つ一つの光景が実はとても深い意味合いがあります。ただ私たちはもうちょっと気軽に都内の広大な日本庭園を散策して楽しむという見方でお散歩させていただきました。こちらの庭園も非常に広い空間で訪問している人は多くないので、都内の混雑を回避してお出かけしたり、ゆったりと気分転換をしたいという方にもとても良いかと思います。綺麗で鮮やかなツツジを楽しみながら池の周りに沿って歩きました。途中階段が設けられていて、藤代峠と呼ばれる高台があるので登ってみます。ここはやはり和歌をイメージして作られたもので、35メートルの高さがあります。登ってから振り返るように北方向を見渡すと、日本庭園の全貌を眺めることができます。とても素晴らしい光景でした。このたった35メートルの標高ですが、江戸時代のその当時はここから富士山も見えたそうです。今から想像するとすごいことですね。散策のルートはとてもシンプルで迷うことはないのですが、最短のルートとそれよりも少し奥まで遠回りするルートが用意されています。私たちは短い方のルートを巡りましたが、それでも満足度の高い散策です。とにかく目に鮮やかなツツジが綺麗だったので、それだけでも十分な気持ちでしたが、ゆっくり回っても1時間ちょっとの時間だったかと思います。歩いていると途中で池のほとりにお茶屋さんも見えてきて、この風景に美しく溶け込んでいます。今回は私たちは2つの庭園を散策しましたが、1つの庭園でゆっくりとくつろぎながら滞在するという楽しみ方ももちろんありますね。
その他にもこちらでは和歌の名称にちなんだ風景を眺めながら池を一周するように元の場所に戻ってきました。この六義園も非常に美しい日本庭園で滞在を十分に満喫することができました。都立の文化財旧庭園はすでに行ったことがあるところもまだ知らないところもありますが、都内で美しい庭園をこうやって楽しめる素晴らしさを改めて感じることができた半日となりました。また季節を変えて行きたい場所となりました。今回も最後までご覧くださりどうもありがとうございました。